こんにちは。今回はカーモデリング中級者向けの Tips を紹介したいと思います。中級者というのはブレンダーでモデリングをしたことがある人、車を作ってるんだけどもう少しクオリティを上げたいなという人を対象に考えています。ブレンダー初心者の方にはちょっと聞き慣れない単語が出てくるかなと思いますが、ご了承ください。本日はサブディビジョンサーフェイス、この車のボディを作るために使われています。サブディビジョンサーフェイスを使った滑らかな曲面の作り方とくっきりとしたエッジの作り方をお話ししたいなと思います。この2つは車がかっこいいと思う重要なポイントだと思います。私もこの辺りのすごく苦労しまして、今でも試行錯誤をしているポイントです。この2つが思い通りにコントロールできるようになると、カーモデリングがもっと楽しくなると思います。では早速データを見てみましょう。このプレビューの画面、今映っている画面は EV というプレビュー画面を使っています。PC のスペックにもよるんですが、フレームレートがちょっと低くてガクガクしています。マテリアルの設定とか、この EV のレンダリングの設定を調整するのにすごく便利なビューです。ただ、モデリングはこの画面ではしておらず、このマットキャップと言われているこのビューでモデリングをしています。で、この茶色い、粘土なのかなと思うんですけど、この粘土のマットキャップを私は気に入って使っています。反射の具合を見るときに、これはブレンダー 2.8 に入っていたマットキャップですごく使い勝手が良かったので、ネットからダウンロードしてきて、この最新のブレンダーでも使えるようにしています。ちょうど横に光沢が入っているので、この反射の具合を見るのにすごくいいなと思って気に入って使っています。で、さらにもっと突き詰めたいときは、このゼブラというんですか、白と黒のしましまのマットキャップを使うときもあります。茶色い粘土のビューがモデリングしやすいかなと思って気に入ってます。はい、ではボディのデータをしっかり見てみましょうか。ちょっとボディ以外のデータは非表示にします。この右側、モディファイヤーの紹介をしようと思います。このボディにはモディファイヤーという機能を4種類使っています。モディファイヤーはすごく便利ですし、この機能がなければ、正直作れないかなってぐらい便利なので、ぜひ使いましょう。上から順に紹介します。まず片面だけモデリングしています。半分ですね。で、反対側はこの1つ目のミラーモディファイヤーで反転しています。で、続いてベベルですが、ワイヤーフレーム表示にしたときにブルーのラインでできているところ、これがベベルのウェイトでして、このブルーのラインのところにベベルウェイトをつけています。で、このベベルウェイトをつけたところにこのベベルモディファイヤーが適用されるというふうな設定をしてあります。この制御方法、ウェイトですね。これをなしにすると全ての角にベベルがかかるんですが、ウェイトにしてあげると、このウェイトが設定されているところにだけベベルがかかるというモディファイヤーになります。はい。続いてこのソリティファイって読むんですかね。ちょっとわからないんですけど、私は厚みと思っています。このボディに厚みをつけています。この面の端っこの部分に厚みがつくモディファイヤーです。厚みは 5mm で設定しています。で、縁のみというオプションをつけて、私は縁だけでいいかなと思っています。そして最後にサブディビジョンサーフェイスのモディファイヤーで分割をしています。このぐらい分割されているのにこんな感じですね。はい。
サブディビジョンは、ビューもレンダリングも数字は2にしています。はい。1だと、ちょっと足りないかなと思うところがあり、このタイヤのアーチの部分とかですね、ちょっとカクカクしてるのがわかるんですよね。で、大体2で滑らかに見えるかなと思います。で、3以上は正直ポリゴンがどんどん4倍4倍、ポリゴン数が4倍4倍になっていくんですが、ほぼ変わらないかなと思っているので、これが3にしてもほぼ変わらないかなと思うので、基本的には2です。はい、3というのは他のパーツでも一つも使ってないですね。はい、パーツによっては1に設定して、ちょっとポリゴンの数を節約している部分もあります。基本的にはいつも車を作るときは2をデフォルトにしています。はい、モディファイはこの順番もすごく大事なので、この順番にしている理由っていうのはちょっと気になったら手元でこう入れ替えてみたりと試してみてですね、こういうことをしようとしているのかなっていうところを見ていただけるといいかなと思います。この辺は私もかなりいろいろ試して試行錯誤をたくさんやった結果、これが今のところベストかなという形です。はい、ではモデルのポリゴンを見てみましょう。この今表示されているワイヤーフレームが私が手で一つ一つ調整して作ったポリゴンの形です。分割したりラインを追加したりラインの位置を調整したり、足したり引いたりいじったり、もうずっとコネコネしてたのはこのワイヤーフレームです。はい、ちょっと分かりやすいように窓のモデルも表示しようと思います。窓のフロントガラスと側面のガラスを表示してみました。これのワイヤーフレーム見てみましょう。こんな感じです。はい。窓は特にポリゴンがすごくシンプルだというのがわかるんじゃないかなと思います。あとボンネットのところですとか、ボディの側面とか、あとこの天井の部分とか、すごくポリゴン実はすごく少ないっていうのがわかるかなと思います。一つ目の滑らかな曲面を作るポイントはこれです。できるだけシンプルで少ない頂点でモデルを作るというのが滑らかな曲面を作るコツです。ポイントが少なければ少ないほど滑らかになりますし、制御もしやすいです。逆にポリゴンが細かくなってしまうと滑らかな曲面を作ったり調整することがすごく難しくなってきます。ですので私はいつも必要最小限の頂点ポリゴンエッジで作るように心がけています。ベストな頂点の位置はどこかなっていうのをすごく探るためにコネコネしてすごく時間を私はかかってしまいます。ちょっとスマートにそのポイントを見つけられるようになりたいなと思っているところです。ガラスシンプルなことに結構大事でして、ガラスはボディに使われている金属や樹脂と比較すると変形させるのが難しい材質です。ですので車のガラスをよく見ていただきたいんですが、とても滑らかな曲面をしています。ですのでそのガラスの部分が歪んでしまったりするとすごく違和感に見えてしまいます。おすすめはモデリングの序盤に早めにざっくりでもいいのでガラスをモデリングして作った方がいいと思います。で、ガラスの形状に合わせてボディを作っていくというような感覚で作るといいと思います。私も初めて車を作った時は先にボディを作ってこのピラーを作って天井を作って後でガラス塞げばいいかなぐらいなノリで作ったんですが、ガラスがおかしくなってすごく違和感になってしまったので、このガラス周辺一体を作り直すということもやりました。ガラスもボディと同じで反射がすごく強いものです。なのでボディと同じぐらい大事に調整してあげるとクオリティが高い車になるかなと思います。あとよくサブディビジョンサーフェイスを使う場合は
ポリゴンを四角形で作りましょうというようなことを聞くことが、たまにあるかなと思うんですけれども、ブレンダーのみで完結する場合は三角形とか五角形以上の多角形が混ざっていてもエラーにはならないかなと思います。ただ基本的には四角形で構成していくと綺麗に分割されるなという手応えを感じています。ただその四角形にすることにこだわることよりも大事なのは、その面がどこと綺麗につながっているか、反射がどう流れてほしいかっていうのを意識して綺麗な曲面になるっていうことを意識してモデリングしていくことが大切かなと思っています。私の場合は四角形だけで構成するのがなかなか難しいっていう時は、三角形をできるだけ端っこに作って目立たないようにしています。この大切な部分の真ん中ら辺にやっぱりシワとか歪みがあるとすごく目立ってしまうので、ここで言うとそうですね、ここに三角形ありますね。ここですとかここですとか、端っこの方に三角形を逃がしてごまかしています。2つ目のポイントに入る前に、私がよく使うツール、機能ですねをいくつか紹介したいと思います。まずはショートカットキー K ナイフです。こんな感じでポリゴンを分割することができます。で K の後にコントロールキーを押しながら分割すると、ちょうど中間の位置を分割することもできます。はい、続いてループエッジです。ショートカットはコントロール R です。こんな感じで帯状のポリゴンに貫通するラインを分割することができます。続いてショートカットキー G を2回 GG です。これは移動ツールのオプションを追加したものなんですが、G を2回押すとその頂点が接続しているエッジ上をスライドできるようになります。こんな感じですね。これは複数でもいけますし、一つでもいけます。こんな感じでエッジ上ですね。これすごく使います。スーパー便利です。これ大活躍しますんで、ぜひ知らなかった方は使ってみてください。最後に押し出しです。ショートカットキーは E ですね。こんな感じでどんどん押し出していくことができます。ブレンダー面白いなと思うのは、フェイスがなくても押し出していってエッジとか面が作れるんですよね。これがブレンダー面白いなと思います。最初の形を作るときにこの頂点を複製していって断面を作るとすごくやりやすいかなと。これら4つが私がよく使う機能ですね。他にもあるんですけど、すごく代表的なものは今の4つかなと思います。はい、では2つ目のポイント、くっきりしたエッジの作り方を紹介したいと思います。エッジの処理はすごく大事だと思ってます。このエッジが緩いとミニチュアのように見えてしまったり、きつすぎるとちょっとスケール感がわからなかったりするので、車の CG のスケール感とかリアリティにすごく大事なところかなと思ってます。ではこのボディのボンネットのエッジを実際に処理してみようと思います。今このベベルモディファイヤーのウェイトでエッジが立っているので、一旦それをベベルウェイトを0にして解消します。ここからですね、エッジを立ててみたいと思います。この角はですね、立てたい部分にまず大事な1本線が必要です。そしてその両脇に1本ずつ辺を追加します。ちょっと先ほど紹介したエッジループエッジを使います。ちょっとオプションで E キーを押すと片方のエッジに等間隔の状態にすることができます。今左側になっているのでフリップで F キーでフリップします。
するとこっち側に等間隔のエッジを追加できます。はい、同様に反対側にもエッジを追加します。はい、角が立ったのがわかるでしょうか。ちょっと分かりづらいですね。こんな感じですね。基本的に角は3本で作ると覚えるといいと思います。基本的に私も角は基本的に全て角かな、全てとはちょっと怪しいですけど、基本的には3本で作るように考えています。で、真ん中のラインはすごく形を定義する大事なライン。両脇は角のシャープさを制御するラインなので、必要に応じて削除したり、また作り直したりというのは割としても大丈夫だと思います。で、法則としてはこの両脇のラインが真ん中のラインに近ければ近いほどこのサブディビジョンサーフェイスで作られる角がシャープになります。逆に離してあげると緩やかなエッジになります。ちょっと近づけましょうか。こんな感じですね。はい。この法則をうまく活用して、よく実際の車にあるんですけども、今奥の方がシャープで、手前の方、一番手前ですね。手前のラインは遠ざけてあげましょう。そうすると実際こういうラインってよくあるんですけども、シャープだったエッジがスーッと溶けて滑らかになるというような形が作れます。今の法則をうまく使っていくことでシャープなエッジを割と自由に作ることができると思いますので、ぜひやってみてください。今はボンネットのこの山の部分を紹介しましたが、谷の部分、一番へこんでる部分も山の部分と同様です。両脇の辺を近づけてあげるとシャープな角になります。山も谷も同様です。はい、ここまで来て応用です。先ほどこのボンネットの山の部分にベベルウェイトがあり、ベベルモディファイアが適用されていました。はい、この状態でワイヤーフレームを見てみましょう。はい、こんな感じです。これがベベルモディファイアが適用されたワイヤーフレームです。この青いラインの両脇に1本ずつ辺が追加されているのがわかるかと思います。ベベルの設定はセグメント2で分割しているので、両脇にラインが入ります。これは先ほどお話しした角を立てている状態と同じ状態になります。ベベルモディファイアを使うと端から端まで均一な幅で良いという場合はベベルモディファイアでエッジを立てることができます。これは応用です。基本的には手で分割していたのをもっと簡略化できないかなと考えた末、ベベルでいけるんじゃんというふうに気づいて使い始めました。このベベルモディファイアを使ってない角もあります。例えばここ、フロントのタイヤの角、ここは先ほども紹介したんですけど、途中まではシャープでそこからスッと溶かしたいということがベベルモディファイアではしづらいので、ここは手で分割したいということです。はい、最後にですね、このボディの継ぎ目、この鉄板とか、樹脂のパーツもあるんですけども、それらのパーツの分割線の作り方を紹介したいと思います。ボディの分割はすごく難しいですよね。多分皆さん苦労してるんじゃないかなと思います。この滑らかな反射がつながっていることがすごく大事だと思うんですが、ここを分割した途端バキッと
この反射がつながらなくなってしまったりすることがあるんじゃないかなと思います。で、私もこれはすごく苦労していろんな試行錯誤をしたり、YouTube の動画をいっぱい見たりとかして、今のところこれがベストかなという方法で作っているので、その方法を紹介します。試しにですね、この部分、この頬の部分に分割をしてみようかなと思います。ちょっと分かりやすいように一回モディファイアを切ります。この状態でここにパネルの分割を入れたいと思います。基本的に立体成形でモデルは作っていって、パネルの分割をしたいところにはエッジを入れておく必要があります。で、じゃあ分割しようかなとなった時に、こういったエッジを選択して、ショートカット Ctrl+B でベベルをします。幅のタイプは幅にして、幅の値を 0.05 と入れると、ここの幅はちょうど1センチのベベルができます。こんな感じですね。はい。で、セグメントを3にします。3分割ですね。シェイプの値を 0.25 と入れます。そうするとですね、こんな感じで断面が直線になります。シェイプをちょっと変えるとこんな感じで、どういう形にするのかなというパラメーターなんですね。これを完全な直線にしたいので 0.25 と入力します。はい。そして、この3本線の真ん中のポリゴンを選択して削除します。そうするとこんな感じで真ん中に隙間ができます。1センチを3分割したので、この隙間は数値的には 0.33 センチ、3.3 ミリの幅ができたことになります。これは変えたい場合はベベルの値を変えて調整してもらえばいいかなと思います。はい、この状態ではモディファイアを適用してみましょう。はい、こんな感じで一応滑らかにつながっているパネル分割ができました。実際はちょっと歪んでいるように見えるんですけども、この両脇の面をこの向かい合ったエッジがですね、できるだけ直線になるように調整してあげるともっと綺麗につながります。例えばこちら見てみましょう。ここ綺麗につながってますね。直線になってると思います。ここも直線になるようにちょっとできるだけ直線に近い状態にしてあげると面がつながっている状態になります。ここもですね、できるだけ直線になるようにしています。はい。で、この作り方はですね、実際パネルを分割した後にやっぱり塞いでボディを調節したいということも一応できます。この真ん中2ポイント選択してショートカットキー M キー真ん中でマージしてあげます。ちょっとこれはめんどくさいんですけど、復元するためには仕方がなくて、で真ん中をマージして両サイドのエッジを選択して削除すれば、ちょっとこの下は塞いでないんですけども元の状態に戻ります。はい、一応元に戻せるっていうのが結構重要かなと思うので、一方通行ではなくて一応元に戻せるっていうことも大事かなと思ってます。はい、こんな感じでパネル分割、一つの方法として紹介させていただきました。参考になれば幸いです。最後の最後に1個紹介なんですが、これは Twitter でも先日紹介させていただいたんですが、給油好きの皆さんの向けて、はい、この給油口の蓋なんですけれども、パッと見モデルでできているように見えたら嬉しいんですけども、実はモデルでは彫っていません。はい、これはテクスチャーで表現しています。
バンプマッピング、オート2のマッピングとベースカラーでちょっと真ん中を黒くして、あとラフネスこの反射にもちょっとマスクを入れてると思います。はい、実際これをモデルで最初割ったんですけども、どうしても滑らかな曲面がこう歪んでしまって嫌だなっていうのと、あとはですね、このミラーモディファイアで反転してるので、両側に吸油口が開いてしまうっていうのが、これどうしたらいいかなっていうことで、ダメ元でちょっと試しにテクスチャーで証言してみたら、いいんじゃないかなっていうぐらいにはなりました。はい。こういう選択肢があるだけでもね、結構モデリング少しは気が楽になるんじゃないかなと思うので、紹介しました。このフロントのマスクにあるこの穴も同様です。おさらいです。ポイント1、滑らかな曲面を作るために必要最小限の頂点で作成します。ポイント2、シャープなエッジを作るために大事なエッジラインとその両脇の補助ラインで角の強弱をコントロールします。この車のモデルはこの2つの組み合わせや応用で全部作られています。もしいいなと思いましたら、ぜひ参考にしていただけたらと思います。今回の動画は以上になります。ご感想やご意見をぜひコメント欄や Twitter でいただけるとありがたいです。質問やリクエストも大歓迎です。ご視聴ありがとうございました。